石の大工、石工。その歴史は古く、一説には古墳時代まで遡ると言われます。柱の礎石、石段、城の石垣から墓石、石仏、鳥居、灯籠などの美術工芸品まで、石工の仕事は多岐にわたりました。田園風景が広がる亀岡市。京都駅から電車で20分ほど。都会と田舎のいいとこ取りをした都会田舎、そんな風に呼ばれています。亀岡で生まれ育った石工、斉田孝明さん。冒頭で紹介した石のテーブルランタンの作者で、斉田石材店の5代目。自宅と工場が隣接し、毎日汗だくになって飲みを振るう父の背中を見て育ちました。飲みの音って結構リズムよく叩いているので、今から思えばなんかいい BGM だったかなみたいな感じでは思ってますけど、うちは基本的には古典的な経道炉って言われる石灯籠って言われるやつを作ってきてまして、灯籠もそうですし、あとはつくばいとか、ちっちゃい小物の置き灯籠とかを作ってきてまして。灯籠作りを見せてもらいます。ものにもよりますが、背丈ほどの灯籠で完成までに 2、3 ヶ月要します。まずは墨付け。原石を粗く割るために印をつけます。雪刀というハンマーと小屋付けという道具で荒ばつりします。石など硬い材料を削ることを専門用語でハツールと言います。のみに持ち替えて、コブのある石の表面を平らにします。のみ切りです。のみ跡を残し、味わい深い肌に加工する。石工の個性が現れる工程です。斉田さんは1978年生まれ、3人兄弟の長男です。いずれ跡継ぎに。父は口に出さずともそう思っていたようです。父親はですね、空手の道場をやってまして、そういった父親だったので、すごい厳しかったんですね、やっぱ長男の僕には。しかし厳格な父に反発し、暴走族に。若い時のその仕事のイメージってやっぱりニッカポッカ履いてる仕事とか、当時は憧れてたんでしょうね。やはりなんかちょっと地味な仕事に見えてたっていうのは正直なところですね。17歳で結婚。それを機に暴走族を辞め、妻の助言もあって家業を継ぐ決心をします。どんだけ集中して時間かけてやっていくかっていう集中力がやっぱり全然僕はイメージできなかったんで、一日にちょっとしか進まない作業を毎日繰り返していくっていうところが地味やと思ってた、その裏にはそんなことがあったのかなと。父に教わったある技術が今、斉田さんの持ち味になっていました。石工、斉田孝明さんの石灯籠作り。ビシャンという突起が並んだハンマーで石の表面を叩き、細かい凹凸を作ります。
あえて角を潰し、自然に風化したように仕上げます。経堂楼の特徴で、斉田さんの真骨頂。基本的には父親に教えてもらった技術です。年月が経って風化したような、古く見せるようなこの仕上げというか、そういった肌感、どんだけその、装飾が少ない灯籠とかシンプルな灯籠でもなんかすごい存在感が出るなと思ってて。小叩き仕上げ。細かい平行線の刻み目をつけます。石の産地、四国の阿地で盛んな仕上げです。甲様と呼ばれる装飾を施します。石灯籠の型には、京都の寺や名所にちなんだものが数多くあります。監修寺型は宝珠と傘を一つの石から削り出しています。織部灯籠。戦国時代の茶人古田織部が考案したと言われます。お地蔵さんのような彫刻はキリストかマリア像とも解釈され、別名キリシタン灯籠とも呼ばれています。大徳寺塔中の高等院型。戦国武将細川忠興が愛し、豊臣秀吉が所望しても譲らなかったという逸話があります。石ってなんか外にあるイメージ、庭にあったりとか外にあったりとかで、重たいイメージとか、そういった石のイメージどんなんやろうなと思ったりとかした時に、例えば室内に使えるようなそういった石でできたインテリア、試作段階ですけども、ワインクーラー作ったりとか、小さなテーブルランタン作ったりとか、すごく身近に感じてもらえるようなその場所に置ける、そういったものづくりをしていくべきかなっていう考えでやってます。四条西の東院にあるホテル。エントランスには斉田さんが手がけた付いがありました。無機質な室内空間のアクセントとして。この日、亀岡ゆかりの食品や工芸品を販売するマルシェが開かれました。斉田さんも出店。テーブルランタンや端材を利用したホルダーも。石臼があるんですけど、その石臼でお抹茶を引いていただいて、引き立てのお茶をこう飲んでいただくっていうことをしてもらってまして、思いのほか重たくないんですよね、あれ石って。なのでやりだして子供さんも全然止まらなくて、すごく子供さんにはね、なんか楽しんでもらえて笑顔を見れた感じでした。はい。美味しい。斉田さんは新しい商品開発のほか、国際的な取り組みにも力を入れています。これはですね、灯籠に使う原石をストックしてるんですけど、山から切り開いてこう仕入れたやつじゃなくて、解体現場から出てきた石がほとんどです。これは昔の堀川通り、堀川大きい川がありまして、そこに橋が何個か立ってたんですけど、そこに使われた橋桁の基礎石です。もう多分割るのももったいないので、今のところはこのまま置いとこうかなと思ってます。その取り組みが SDGs で、斉田さんは2つの目標達成を掲げています。山をこう少しずつ削っていって、でそれをものにしてたんですけど、やっぱりなくなっていく石っていうのが絶対で、それはもう再生できない解体された現場とか、その行き場を失ったその材料っていうのを新たにこう作品にして、新しいものとして蘇らすっていう、そういった持続可能なものづくりっていうのをしていこうかなと思ってますし。そしてもう一つがグローバルパートナーシップ。イタリア・ローマの大学でデザインを学ぶ学生たちと新しいものづくりの企画を進行中です。父から受け継いだ誇り高い技を守りながら、
地球環境への配慮も欠いてはならない。現代の石工、斉田孝明さんの信念です。父、実さんは2013年に他界。もう見えなくなったその背中を日々追いかけています。もちろん感謝はしてますし、しっかり教えてもらった技術があるから海外に行って僕の紹介をした時にすごくやっぱり認めてもらうのも早いっていうのは、その12、13年一緒にやった仕事の時間があったからかなっていうのをすごく感じてます。